皆様こんにちは。今日は日本酒のお話、味わいについてお話をしたいと思うんですが、味わいの中でも非常に特別な味、旨味についてお話をしたいと思います。世界中の人たち全てが分かっているかどうかっていうのは甚だ疑問ですけれども、私たちは口の中で5つの味を感じることができるというふうに今は考えられています。人によっては4つしかないというふうに思い込んでいる人もいます。それはすなわち甘み、酸味、塩味、そして苦味ですね。で、この4つの味しか人間はわからないんだっていうふうに信じている人もいますが、実は私たちはもう一つ味を感じることができます。この味が旨味と呼ばれる味わいですね。5番目の味とも言われます。比較的最近これは見つかった味で、1900年代の初め、1908年に池田菊苗先生がこの味を昆布から発見しました。私たちがいつも使っているかどうかわかりませんが、だし昆布、料亭とか和食のお店ではよく使いますが、今ご家庭はもう粉末のだしで済ませてるという人も多いと思いますけれども、ちゃんとだし昆布からお水からですね、きっちりと味わいの元となる旨味を抽出するというのは日本食の文化の一つですよね。そして最も重要な要素かもわかりません。この旨味というものを昆布から抽出した池田先生はこれを旨味と名付けました。私たちが昔々からうまい味、旨味と呼んできた味、まさにその味を昆布から抽出したわけです。で、この旨味というのは欧米ではほとんど無視されていまして、1940年代ぐらいまでは旨味という存在はこの世の中に存在しないというふうに決められてしまっていたんですね。ところが1940年代の半ばぐらいに会議がハワイであったそうなんですけれども、味覚の研究をしている人たちがいろいろディスカッションをして、いやいやどうも池田先生が発見したこの味というのは実際あるよねという話になりまして、私たちの舌の上にその旨味だけを特異的にキャッチすることのできる受け皿があるということが分かったんですね。それで科学的に旨味という味は確かに存在するというふうに認められました。で、その時にみんなが池田先生に敬意を表して、この味を旨味と呼びましょうと。世界中の共通の言語として旨味と呼ぶようにしようじゃないかということになったわけです。それで今はウィキペディアでも旨味と検索すれば全ての国のページで旨味で検索できます。その旨味がどんな味なのかというのは私たちの体を構成するために必要な味わいなので非常に重要で、私たちは生まれながらにしてその味を持っているものを食べることによって私たちの体をいつもフレッシュな状態にしておくということを本能的に知っているということから、基礎的な基本的な味と言われてるんですね。でもこんなに基本的な味なのに1940年代になるまで旨味という一つの味として世界的に認められていなかったというのは非常に面白いことだと思います。そしてこの旨味というのは実は日本酒の中にたくさん入っているんです。特に純米酒と呼ばれるお酒の種類の中には旨味がたっぷりあります。この旨味がたっぷりある純米酒と旨味がたっぷりあるお料理を一緒に合わせる。これが本当に美味しいんですね。というのは旨味同士というのはお互いを隠し合うことは決してなくて、旨味同士がお互いを高め合うというそういう性質を持っています。実験では2の旨味と2の旨味を足したときには8の信号レベル、味わいの信号レベルがあったという研究もあるほどなんですね。ですので 2+2 が4でも6でもなく8にもなるぐらいですから、日本酒の持っている旨味とお料理の持っている旨味を合わせることによって別々に食べたり飲んだりするよりももっと美味しくなるということになりませんか？そして旨味をたっぷり含んだお酒というのは実は日本酒以外にはほとんどなくて、よく言われるのはシャンパーニュと呼ばれるシャンパンですね。シャンパンでも長期熟成を折と一緒にさせて、ものすごく根の張る、ものすごく高いシャンパーニュがありますけれども、こういうものにだけ旨味がたっぷりとあるというふうにも言われます。そしてもう一つ、紹興酒にも旨味がたっぷりあるというふうに言われているので、世界の普通に飲めるかどうかは分かりませんけれども、各国で、日本では飲みますから、日本酒、そしてシャンパーニュの高いもの、そして紹興酒、
この3つを並べると、どれもが旨味をたっぷり含んだお酒だっていうふうに言えるわけです。で、それらを一度また飲み比べてみてください。お料理と一緒に。どういう味わいのアプローチがそれぞれのお酒からあるかというのを知っていただけるいい機会になると思います。すべて旨味を持っていますが、全然別々の味わいですよね。そのあたり、お料理を食べながら試していただくと楽しい食事になるんじゃないかと思います。